封筒の中にもう一枚の紙が入っていた。息子の字ではなかった。補足おぼつかない文字でおぎぼさん、ごめんなさいと書かれていた。朝の8時、息子が置いていった封筒を開けた瞬間だった。20年間、毎月欠かさず送ってくれた生活費の中に、こんな秘密が隠されていたなんて。封筒の重みが、いつもより軽い気がした。テーブルの上で、朝日が白い髪を照らしている。手のひらがじっとりと汗ばんでいた。息子は東京で暮らしている。嫁の真由美さんと小学生の孫が2人。私は1人、この田舎の家で、仏壇に手を合わせながら静かに暮らしてきた。真由美さんは優しい子だった。結婚式の日、緊張した顔でおじぼさん、よろしくお願いしますと頭を下げた姿を今でも覚えている。年に2回、お盆とお正月には必ず帰ってきて、台所を手伝ってくれた。孫たちはおばあちゃんと私に抱きついてきた。幸せな家族だと思っていた。この手紙は何なのだろう。ごめんなさいという言葉が心の奥にじわりと染みてくる。封筒の中にはいつもの10万円ではなく5万円しか入っていなかった。半分だ。もしかしてあの子たちに何かあったのだろうか。病気か、それとも仕事で何か問題でも。紙を持つ手に力が入らなくなった。縁側から見える庭のアジサイが朝露に濡れてしっとりと光っている。風鈴がチリンと小さくなった。平和な朝の風景なのに、心臓の音だけが大きく響いていた。真由美さんの字をもう一度見つめる。おぎぼさん、ごめんなさい。その後に続く言葉はなかった。ただ、それだけ。もし、この優しい子が何か苦しんでいたとしたら、電話をかけようとして、やめた。息子は今、会社にいる時間だ。真由美さんに直接聞くべきなのだろうか。けれど、何と言えばいいのかわからなかった。私はこの20年、ずっと一人で暮らしてきた。夫が亡くなったのは、息子が大学を卒業した年だった。脳梗塞で倒れて3日後に行ってしまった。葬式の費用も、息子の就職準備の資金も、全部私が工面した。父親が残してくれた小さな田んぼを売って、なんとか乗り切ったのよ。息子が結婚するとき、私は何も言わなかった。結婚資金も、新居の家具も、全部自分たちで用意しなさいと伝えた。親に頼らず、自立して欲しかったから。真由美さんの実家も裕福ではないと聞いていた。2人で必死に働いて、小さなアパートから始めた。私はそれでよかったと思っていた。ところが、息子が30を過ぎた頃から、毎月10万円を送ってくるようになった。母さん、一人で大変だろう。これで少しは楽にしてくれ。電話口で息子はそう言った。私は涙が出そうになったけれど、ぐっとこらえた。ありがとう。あなたたちの生活が大事よ。大丈夫だから。母さんには世話になったんだ。それからずっと続いていた。20年間、一度も途切れることなく。私はその封筒を毎月仏壇の隣の引き出しにしまっていた。使うのは最低限にして、残りは息子たちのためにとためてきた。孫の大学資金になればいいと思っていたのだ。しかし、息子は年に2回しか帰ってこなかった。お盆と正月だけ。それも、一泊か二泊で慌ただしく帰っていく。仕事が忙しくてといつも言い訳をした。真由美さんは台所で料理を手伝ってくれたけれど、どこか疲れた顔をしていた。おぎぼさん、無理しないでくださいね。そう言いながら、自分が一番無理をしているように見えた。私は何も聞かなかった。嫁姑の関係は、近すぎても遠すぎてもいけないと思っていたから、孫たちは元気に育っていた。
それだけで十分だと自分に言い聞かせていた。それなのに、この手紙は何を意味しているのだろう。5万円しか入っていなかった封筒をもう一度見つめる。真由美さんのおぼつかない文字が心に突き刺さってくる。その日の午後、私は息子に電話をした。3回のコールオンの後、息子が出た。母さん、どうした？声は明るかった。いつもと変わらない。優しい息子の声。今月の封筒なんだけど。私は言葉を選びながら話し始めた。ああ、届いた。ごめん、今月は少し厳しくて。息子は軽い調子で言った。真由美が手紙を入れたって言ってたけど。その瞬間、心臓がドクンと大きく跳ねた。息子は知っているのだ。真由美さんが手紙を書いたことを。どういうこと？私の声が自分でも驚くほど低くなっていた。実は、真由美が体調を崩していてさ。仕事も休みがちで、収入が減ったんだ。息子の説明は続いた。しかし、その言葉の裏に何かが隠れている気がした。それで5万円しか送れなかったんだ。来月からはまた戻せると思うから。私は黙って聞いていた。何かがざわざわと音を立てている。真由美さん、大丈夫なの？病院には行ったの？ああ、行ってる。疲れが溜まってただけだって。息子の声はどこか上ずっていた。電話を切った後、私は縁側に座り込んだ。庭のアジサイが風に揺れている。ただ、それなのに、心の中のざわめきが消えなかった。夕方、近所の佐藤さんが野菜を持ってきてくれた。奥さん、元気してた？おかげさまで。お茶を出しながら、私は何気なく聞いてみた。佐藤さん、東京の息子さん、お元気？元気よ。この前電話で、夢がパートを2つも掛け持ちして大変だって言ってたわ。その言葉に、私の手が止まった。2つも、そうなのよ。子供の塾代が高くてね。うちの読みも大変そうだけど、お宅の真由美さんも同じでしょう。佐藤さんは笑いながら言った。私の耳には何も入ってこなかった。パークを2つ。息子は、真由美さんが体調を崩して仕事を休んでいると言った。ところが、佐藤さんの話では、嫁たちはみんな必死に働いている。どちらが本当なのだろう。佐藤さんが帰った後、私は仏壇の前に座った。夫の家がじっと私を見つめている。あなた、どうしたらいいのかしら。そうつぶやいたとき、ふと引き出しが目に入った。20年分の封筒がきちんと重ねて入っている。私は一番上の封筒を取り出した。今月のもの。そして、その下の先月のもの。二つをなべて見比べた瞬間、息が止まるかと思った。筆跡が違う。先月までの封筒に書かれた住所は、息子の字だった。しかし、今月の封筒は、明らかに女性の字。真由美さんの字だ。なぜ、今月だけ真由美さんが書いたのか。手から、ガクガクと力が抜けていくのが分かった。膝の力が抜けて、その場に座り込んでしまった。何かが確実におかしい。息子は嘘をついている。それとも、真由美さんが何かを隠している。怒りがふつふつと湧き上がってきた。その晩、私は一睡もできなかった。天井を見つめながら、過去に10年間のことを思い返していた。息子の結婚式。真由美さんの初めての里帰り。孫が生まれた時の喜び。すべてが走馬灯のように流れていく。けれど、その中に何か見落としていたものがあるのではないか。翌朝、私は過去の封筒をすべて取り出した。20年分、240通。一つ一つ、丁寧に確認し始めた。筆跡を見る。消印を見る。
中身の金額を確認する。午前中いっぱいかけて、ようやく半分まで確認した。すると、あることに気づいた。3年前から金額が時々変わっていたのだ。10万円、8万円、10万円、7万円。不規則に増減していた。それまではずっと10万円で統一されていたのに、どうして気づかなかったのだろう。私は毎月ありがたく受け取るだけで深く考えなかった。息子が苦しい時もあるだろうと勝手に納得していた。しかし今になって思い返すと、その時期から真由美さんの様子も変わっていた気がする。お正月に帰ってきた時、目の下にクマができていた。疲れてるのと聞くと、大丈夫ですと笑顔で答えたけれど、その笑顔はどこか硬かった。去年の夏、孫がいつも夜遅いねとぽつりと言った。その時、真由美さんはお仕事が忙しいのよと答えて、すぐに話題を変えた。私は、それ以上聞かなかった。聞いてはいけない気がしたから。昼過ぎ、私は意を決して真由美さんの携帯に電話をかけた。コール音が5回鳴った後、留守番電話になった。真由美さん、おぎぼさんです。お体、大丈夫ですか？お話ししたいことがあるので、お時間のある時に電話をください。声が上ずらないように、ゆっくりと話した。電話を切った後、手のひらがじっとりと汗ばんでいた。夕方になっても、真由美さんからの返事はなかった。私は縁側に座って、沈みゆく夕日を眺めていた。空がオレンジから紫へと変わっていく。美しい夕焼けなのに、心は暗い霧に包まれたようだった。風が吹いて、庭の木々がざわざわと揺れた。秋が近づいているのだろう。夫が生きていた頃、二人でよくこの縁側に座って夕日を見ていた。綺麗だなと夫は言った。本当にと私は答えた。あの時は、ただ綺麗だと思えた。今は、夕日を見ても何も感じない。ただ、時間が過ぎていくだけ。夜、また仏壇の前に座った。夫の遺影に向かって、そっと手を合わせる。あなた、私、何か間違えたのかしら。目頭が熱くなった。真由美さんは、どうして謝ったのだろう。息子は、どうして嘘をついたのだろう。二人の間で、何が起きているのだろう。そして、私は、この20年間、本当に母親として正しかったのだろうか。遠くで、犬の鳴き声が聞こえた。時計の針が、カチカチと音を立てている。長い夜が、静かに更けていった。3日後、真由美さんから電話がかかってきた。午後3時過ぎだった。おぎぼさん、すみません。お電話いただいていたのに。声はいつもより小さく聞こえた。真由美さん、お体の具合はどう？私はできるだけ優しい声で聞いた。あ、はい。大丈夫です。ご心配をおかけして。電話の向こうで何かがタンという音がした。今、お仕事中。いえ、家におります。その答えに、私は少し安心した。息子は、真由美さんが体調を崩していると言っていた。ならば、家で休んでいるのが当然だろう。真由美さん、今月の封筒に入っていた手紙のこと。私が言いかけると、電話の向こうで息を飲む音が聞こえた。本当にすみません。真由美さんの声がかすれている。謝らなくていいのよ。ただ、何があったのか教えてほしいの。しばらく沈黙が続いた。電話口から、かすかに泣いている音が聞こえた気がした。おぎぼさん、私、本当は。真由美さんが何か言おうとした瞬間、背後で男の声がした。真由美、誰と話してるんだ。息子の声だった。おぎぼさんです。俺が代わる。ガサゴソという音の後、息子が電話に出た。
母さん、何か用。声がどこか警戒しているように聞こえた。いいえ、真由美さんの体調を聞こうと思って。ああ、大丈夫だから。心配しないで。それだけ言うと、息子は電話を切ろうとした。ちょっと待ちなさい。私は思わず声を上げていた。正直に話してくれないかしら。何が起きているの？息子は黙っていた。長い沈黙の後、ため息が聞こえた。母さん、今度ゆっくり話すから。じゃあ、プツンと電話が切れた。私は重脇を握りしめたまま、しばらく動けなかった。何かがおかしい。確実に何かを隠している。その晩、私は決意した。東京に行こう。自分の目で確かめなければ、このもやもやは消えない。翌朝、私は小さなバッグに着替えを詰めた。新幹線の時刻表を確認する。午前10時の便に乗れば、昼過ぎには東京に着く。息子には事前に連絡しない。突然尋ねた方が、真実が見えるかもしれない。玄関を出る前、仏壇に手を合わせた。あなた、行ってきます。夫の家が静かに私を見守っている。駅までの道を歩きながら空を見上げた。雲一つない青空が広がっている。秋の風が頬を優しく撫でていった。こんなに晴れた日は久しぶりだった。駅のホームで電車を待ちながらふと気づいた。私は息子の今の住所をきちんと知っているだろうか。3年前に引っ越したと聞いた。新しいマンションに移ったと。それなのに封筒に書かれた住所は昔のアパートのままだった。どうしてだろう。引っ越したのに差出人の住所が変わっていないのか。また新しい疑問が膨らんでいった。電車がホームに滑り込んできた。扉が開く。私は深呼吸をして一歩を踏み出した。真実を知る旅が今始まろうとしていた。東京駅に着いたのは午後1時だった。人波に押されながら私は息子の会社に向かった。封筒に書かれていた住所を頼りにタクシーに乗った。30分後、大きなオフィスビルの前に降り立った。受付で息子の名前を告げると、若い女性が困った顔をした。申し訳ございません。そのような社員は在籍しておりません。耳を疑った。息子はここで働いていると。以前はいらっしゃったかもしれませんが、現在は。女性は言葉を濁した。頭の中が真っ白になった。息子は会社を辞めていたのだ。いつから？どうして？私は手を握りしめて、真由美さんの携帯に電話をかけた。今度はすぐに出た。お義母さん。驚いた声だった。真由美さん、今、東京にいるの。会いたいのだけれど。東京に。真由美さんの声がさらに高くなった。今、どちらに？息子の会社の前を。息子はここにいないみたい。電話の向こうで、はっと息を飲む音が聞こえた。お義母さん、待ってください。今すぐ行きます。それだけ言うと、真由美さんは電話を切った。1時間後、真由美さんが駆けつけてきた。髪を後ろで簡単に束ね、化粧も薄い。スーパーの制服を着たままだった。お義母さん、すみません。真由美さんは息を切らしながら、深く頭を下げた。真由美さん、落ち着いて。まず、座りましょう。近くの喫茶店に入った。二人でテーブルを挟んで向かい合う。真由美さんは、うつむいたまま黙っていた。息子は、3年前に会社を辞めたの。私が静かに聞くと、真由美さんの肩がピクリと動いた。はい。小さな声だった。どうして？リストラです。業績不振で大量解雇がありました。真由美さんはゆっくりと顔を上げた。目が赤い。それからずっと仕事を探していたんです。
けれど、なかなか見つからなくて。それで、毎月の10万円は、私の質問に、真由美さんは唇を噛んだ。私が送っていました。その言葉に息が止まるかと思った。あなたが。はい。主人は、荻保さんに心配をかけたくないと言って、真由美さんの目から涙がこぼれ落ちた。私、朝5時から夜11時まで、パートを2つ掛け持ちしています。3年間、ずっと。はい。スーパーのレジと、夜はコンビニで、喉が詰まった。子供たちは、主人が家で面倒を見ています。料理も掃除も、全部主人がやってくれて。真由美さんは、かすれた声で続けた。荻保さんへの仕送りも、止めようと何度も言いました。けれど、主人は絶対に止めないと。母さんには、本当に世話になったんだ。これだけは続けると、息子の声が聞こえる気がした。それで、あなたが一人で。はい。今月は本当にギリギリで。子供の給食費も払えなくて。それで5万円しか。だから、謝る手紙を。はい。荻保さん、本当に申し訳ありません。真由美さんは、また深く頭を下げた。私は、何も言えなかった。20年間、息子からの仕送りだと思っていた。この3年間は、真由美さんが一人で家族を支えてきたのだ。そして、私のことまで。真由美さん、顔を上げて。私は、そっと真由美さんの手を握った。冷たい手だった。働きすぎて、血の気が失せている。あなたは、なんて強い人なの。視界が滲んだ。3年間、こんなに苦しかったのに、私には何も言わず、言えませんでした。主人のプライドもありますし、もういいのよ。私は、真由美さんの手をぎゅっと握りしめた。今月から仕送りはいりません。ですが、いいえ、これは私の決断です。私はきっかりと言った。それに、私には貯金があるの。20年間、あなたたちが送ってくれたお金、ほとんど使わずに取ってあるのよ。真由美さんの目が大きく見開かれた。孫の大学資金にと思っていたけれど、今はあなたたちが必要なとき。荻保さん、一緒に乗り越えましょう。私たちは、喫茶店で手を握り合ったまま、しばらく黙っていた。窓の外で、夕日が街を優しく照らしていた。その晩、私は息子の家に泊まった。狭いアパートだった。20年前、2人が新婚時代に住んでいたアパートと同じくらい。引っ越したという話は嘘だったのだろう。玄関を入ると息子が立っていた。痩せていた。以前よりずいぶん頬がこけている。母さん、すまない。息子はそう言って頭を下げた。いいのよ。もう。私は息子の肩に手を置いた。お帰りなさい、おばあちゃん。孫たちが駆け寄ってきた。2人とも以前より背が伸びている。大きくなったわね。私は2人を抱きしめた。温かい体温が胸に伝わってくる。夕食はみんなで食卓を囲んだ。息子が作ったカレーライスだった。パパの料理、おいしいんだよ。孫の一人が嬉しそうに言った。そう、パパ、上手になったのね。私は息子を見た。息子は照れくさそうに笑った。母さんに昔教えてもらったから。そういえば、息子が小学生の頃、一緒に台所に立ったことがあった。夫が出張で、私が風邪をひいたとき、息子がお粥を作ってくれようとした。不器用だったけれど、一生懸命だった。あの時の息子が、今ここにいる。食事の後、真由美さんがお茶を入れてくれた。荻保さん、本当にありがとうございます。真由美さんは、もう一度小さく頭を下げた。謝らないで。
私こそ気づかなくてごめんなさい。私は真由美さんの手を取った。これからは無理しないでね。はい。真由美さんの目に安堵の光が浮かんでいた。布団を敷いて横になったとき、孫の一人が部屋に入ってきた。おばあちゃん、起きてる。起きてるわよ。孫は私の布団の横に座った。ねえ、おばあちゃん。ママ、もう夜遅くまで働かなくていいの？その質問に喉の奥が熱くなった。大丈夫よ。よかった。僕ね、ママがいつも疲れてて心配だったんだ。孫の小さな声が暗闇の中で響いた。かかもいつも元気ないし。これからは大丈夫。私は孫の頭を優しく撫でた。みんなで力を合わせるから。孫は安心したようにふわりと笑った。おばあちゃん、来てくれてありがとう。その言葉に私は孫をそっと抱きしめた。孫が部屋を出た後、私は天井を見つめた。隣の部屋から息子と真由美さんの声が小さく聞こえる。母さん、本当に強いな。お義母さんに全部話せてよかった。二人の声はどこか穏やかだった。3年間の重荷が少し軽くなったのだろう。窓の外で月が静かに光っている。その光が部屋の中をそっと照らしていた。夫がいなくなってから私はずっと一人だった。遠く離れた息子をただ信じて待っていた。息子も苦しんでいたのだ。真由美さんも孫たちも。私は気づかなかった。いや、気づこうとしなかったのかもしれない。遠慮が距離を作っていた。近すぎず、遠すぎず。それが正しいと思っていた。しかし、家族には時に近づくことが必要なのだ。朝、目を覚ますと台所から音が聞こえた。真由美さんが朝食を作っている。お義母さん、おはようございます。おはよう。今日はお仕事休み。はい。今日は休みなんです。真由美さんは柔らかく微笑んだ。昨日より顔色がよく見えた。朝食を食べながら息子が言った。母さん、俺、また仕事探すから。焦らなくていいのよ。ですが、いいも。今は子供たちとの時間を大事にして。私は息子の目を見た。あなたは十分頑張ってきたわ。息子の目が潤んでいた。母さん、ありがとう、なんて言わないでね。私たち家族なんだから。その言葉に息子は黙ってうなずいた。あれから半年が過ぎた。私は今も田舎の家で一人暮らしをしている。ただ、以前とは少し違う。月に一度、息子の家族が訪ねてきてくれるようになった。新幹線で片道2時間。真由美さんはパートを一つに減らした。私が少し援助することで、なんとか生活が回るようになったのだ。息子もようやく新しい仕事が見つかった。小さな会社だが、真面目に働いている。給料は以前より少ないけれど、家族と過ごす時間は増えた。先週、孫たちが春休みで泊まりに来た。おばあちゃん、これ、ママと作ったの。孫が手作りのクッキーを差し出してくれた。形は不揃いだったけれど、一つ一つ丁寧に焼かれている。おいしいわね。私は一口食べて心から笑った。縁側で真由美さんとお茶を飲んだ。お義母さん、あの時来てくださって本当によかった。真由美さんは穏やかな顔で言った。私も勇気を出してよかったわ。庭の桜がちょうど満開だった。淡いピンクの花びらが風に舞っている。きれいね。本当に。二人でしばらく桜を眺めていた。以前、私は思っていた。家族には適度な距離が必要だと。
干渉しすぎてはいけない。甘えさせてもいけない。自立を促すべきだと。それは間違っていなかったと思う。ただ、距離を保つことと目を背けることは違う。家族が苦しんでいるとき、気づかないふりをするのは優しさではなかった。本当の優しさは、時に踏み込む勇気を持つことなのだと知った。近すぎず、遠すぎず。そのバランスは固定されたものではない。状況によって寄り添う距離を変えていい。それが家族なのだと思う。夕方、息子たちが帰るとき、玄関まで見送った。母さん、また来月。待ってるわ。車が見えなくなるまで手を振り続けた。一人になった家は以前より静かに感じる。しかし、寂しくはなかった。仏壇の前に座り、夫の家に語りかける。あなた、私たち、やっと本当の家族になれた気がするわ。線香の煙がゆらゆらと立ち上っていく。その煙を見ながら、私は微笑んだ。人生はいつだって学ぶことがある。70を過ぎても、まだ知らないことがたくさんあった。家族との距離に悩むとき、遠慮ばかりしていては、大切なものを見失うかもしれない。時には、一歩踏み出す勇気を持つことも必要だ。家族は完璧である必要はない。支え合い、許し合い、共に生きていく。それだけで十分なのだから。窓の外で夕日が沈んでいく。明日もまた新しい一日が始まる。私はこれからも生きていく。家族と共に。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。